Designer Hub。 今回のテーマはジョン・ラスキンの生い立ちとターナーについてです。ジョン・ラスキンがついに生まれます。はい。1819年の2月8日です。ロンドンのハンターストリート54番っていう、どこか知らないんですけど、ロンドンの街の中ですね。マーガレットっていうお母さんとお父さんがジョン・ジェームズ・ラスキンっていう人です、の一人息子です。でこれが時代的に言うとペリーが来る34年前、アヘン戦争の21年前ぐらいっていう感じです。そうなんだ。で、ジョン・ジェームズ・ラスキンっていうこのお父さんなんですけど、すごく裕福な商人なんですね、でもう一代で財を成した人で、シェリー酒ってあるじゃないですか、なんかこれの、輸入産業ですごく成功したペドロ・ドメック・シェリー商社っていうのがあるんですけど、それの設立パートナーの一人っていう、なんか今でいうすごい成功した起業家みたいな感じです、でお母さんはすごく敬虔なプロテスタント信者で、これは福音主義って言われるやつなんですけど、幸福の福に音って書いて福音で、これがすごく大事で、福音ってね、エヴァンゲリオンがギリシア語で福音っていう意味なんですけど、今につながる言葉で言うとエヴァンジェリスト、何でもできる人みたいな。あれかな、もうちょっとこう宣伝する人ですね。エヴァンジェリストって広報をする人、そのものの価値を伝えていく人みたいな。そうなんですね。そう、で福音主義ってどういうことかっていうと、イエス・キリストの伝えた教えだったりとか、聖書に書かれていることにめっちゃ価値があるよねっていう考え方の人です。だからそれまでのそのカトリックみたいなものっていうのは、もう少しこう教会がこう言ってることをみんな信じてるみたいな時代が長かったんですけど、そうじゃなくて、そもそもじゃあ聖書に何が書いてあるのって、そこに立ち戻って考えようぜっていうのがプロテスタントの考え方、でそこの過程に生まれ育ったっていう背景があります、で一応キリスト教って日本人の僕たちからするとあまり馴染みがないものなので、説明しておきたいなっていうふうに思ってるんですけど、当時のヨーロッパ人にとってめちゃくちゃ大事な、もうその人生観を支えるみたいなぐらい大事な要素としてキリスト教っていうのはあったわけです、そのラスキンの時代に限った話ではなくて、それ以前からずっと、そうなんですけど、さっきもちょっと話出ましたけど、もともとそのカトリックっていうものがずっと強かったわけですよね、ヨーロッパ、で宗教改革とか聞いたことあります？なんとなく聞いたことあるぐらいです。なんかそれが、16世紀ぐらいにルターっていう人が宗教改革やるんですけど、流れとして生まれるわけですよね、がめちゃくちゃざっくり言うと、そのカトリックではなくて、もうちょっと新しい派閥を作ってというか、今のだからカトリックを否定するっていう流れですよね、でなんでそういうのが起きてたのかっていうと、権力がその教会にすごく集中してたわけですよ、大きな影響力を持ってたわけですよ。ってなるといろんな歴史でそういうことはよくあるわけですけど、腐敗していくんですよね、組織が。でなんかこれを買ってくれたらとか、募金してくれたらあなたたちは死後天国に行けますよみたいな免罪符を売って、でそれを民は信じてお金を払うみたいな、なんかビジネスに寄ってっちゃうっていう。そうっていう腐敗がすごく進んでいて、でその時代にルターが出てくるわけですよね、でこの時代にその印刷技術とかもすごく発展して、で当時のその聖書っていうのはラテン語で書かれてたんですよね、でラテン語って庶民が使う言語でなかったわけですよ、だから庶民は実際に聖書に何が書かれてるかとか知らないみたいな、教会の偉い人が言っていることのみを信じて免罪符を買ったりとかしてたわけですよね、なんですけど、この技術の発展も後押しして実際には聖書こういうこと書かれてるんだよみたいなのをドイツ語に訳したりとか、フランス語に訳したりとか英語に訳したりとかっていうところで庶民の人たちが実際に聖書何が書いてあるんだろうっていうのを認識できるようになった時代っていうのが流れとしてあって、でその中でやっぱりカトリックのその教会が言ってることじゃなくて、聖書に書いてあること、キリストの言ってたことを信じようっていうこの大きな流れが生まれます、でプロテスタントっていう新しい抵抗する人っていう意味でプロテスタントっていう言葉が使われますけど、今のそのキリスト教勢力を否定して
新しいキリスト教を作っていこうっていう流れが、これでいろいろ戦争も起きたりね、するんですけど、ラスキンの生まれた時代っていうのはそれがこう落ち着いて、カトリックもあるしプロテスタントもあるっていう、なんかそういった時代で、さっきも言ったようにお母さんがめちゃくちゃ敬虔なプロテスタントだったから、小さい頃からその聖書に書いてあることを叩き込まれるわけですよ。はい、英才教育ね。これが後々に聞いてくるわけですよね。でイギリスっていうのはプロテスタントの、人たちのが割と多かったので、みんなその知ってるわけですよね、聖書を。その聖書に書いてあることを引用したりするわけです、ラスキンが。もう全部知ってるから、ってなるとその納得感を生みやすい、共感を誘いやすい、みんなが知ってるお話なんで、ここでも書いてあったようにこうだよね、とかちょっとこう宗教に書いてあるような表現を使う、直接的じゃないんだけど、共感しやすいような表現を使う、みたいなことを彼は巧みに使うわけです。で、この時代の人ってそれこそこう科学みたいなものが新しくこう信奉されてくるわけじゃないですか、産業革命も進んで。なんでジョン・ラスキンも現実主義でみたいな、宗教を信じ込むのじゃなくて科学実利的なものを信じるみたいな風に勘違いされる場合もあると思うんですけど、彼はどっちかっていうとすごくキリスト教を信じていて、その人間が美しいものを見た時に感じるような、その自然に対する美しさってやっぱ僕たち感受性として持ってるわけじゃないですか、それはなんか人間がすごいから持ってるっていうよりかは、神の作った自然が素晴らしいから、私たちはそこから美しさっていうのを感じられるんだみたいな、なんかそういった自然だったり人工物以外のところに対するこう絶対的な信頼みたいなものをすごく根底に持っている人っていうのは勘違いしないように進めていきたいなっていうふうには思ってます。でそんな両親のもとにラスキンは育つわけです。彼学校に行ってなくて、12歳までその自宅で教育を受けて育つんですよね。他の子どもたちともあまり関わらなかったりとか、あと手元にその与えられるおもちゃっていうのがすごく少なかったらしいです。特殊な環境？割と特殊、多分当時は普通がないので、そういう意味ではみんな特殊なのかもしれないですけど、うちらの今の日本だとあんまり想像つかないよね。そう、ね、保護所から電話かかってきちゃうみたいなね保健所か来ちゃうみたいなね、感じですけど、だから小さい頃にもう全部聖書丸暗記するみたいな、そういった感じです。もうお母さんにひたすら教えられるから、でこれも旧約聖書も新約聖書も両方丸暗記するっていう、もうなんか6、7歳の頃には覚えちゃってるみたいな。強いよね。単純に記憶力がいいというか、頭のいい子供ですよね。でなんか彼のその文学的な才能もこの辺から開花し始めて、これはえぐいですよね。やばいんですよ。11歳の時にその詩を書くんですよ、ポエムを。それをなんか出版するみたいな。すごいね。とんでもないですよね。でもう15歳の時には、そのライン川ってヨーロッパに流れてる大きい川あるじゃないですか、あれについてのなんか論説を発表するみたいなとんでもない優秀な子供として、育ちます。で17歳の時にはそのオックスフォードのクライストチャーチカレッジっていうところに入学します。でその年にすでにターナー、今回ちょっと出てくる人ですけど、そのターナーを擁護する論文っていうのをもう出しています。17歳で。そう17歳で。すごっ。17歳の時なんて部活しかしてないじゃんみたいな感じですけど、そういう子供として育ちます。でターナーについてちょっと話したいんですけど、ターナーってどんな画家なのかっていう、本名ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー、ウィリアム・ターナーってよく言われるんですけど、その19世紀イギリスにおいてそのロマン主義っていう派閥があるんですけど、そのロマン主義を代表する画家、すごく有名な人です。で1775年生まれなので、ラスキンよりもかなり年上っていう感じですね、おじさんみたいな感じです。で有名な絵も描いていて、トラファルガーの海戦とかグレートウェスタン鉄道の絵、これ見覚えないですか？ティム・ブラウンのプレゼンとかでもこれ引用されてて、っていうぐらい、彼もイギリス人なんで、多分イギリスの人からしたら有名な富岳36景みたいな感じなんじゃないですかね、分かんないけど、っていう、ロマン主義の画家でしたと。でじゃあそのロマン主義ってどんなものなのかっていうのをちょっと話すために、そもそもどんな派閥があるのかっていう話を
ちょっと難しいかもしれないんですけど、していきたくて、まずルネサンスっていうものがありましたよね。この時代のずっと前に、14世紀から16世紀にあった、まあルネサンスの定義って難しいし、ここでは全部話せないし僕も知らないんですけど、そのキリスト教以前の文化を復活させようぜっていう大きな流れがヨーロッパ全土で起きるわけです。キリスト教以前って何かっていうと、古代ギリシャですよね。アテネとかがあった時代の芸術観っていうのを取り戻そうみたいな流れがあります。これってさっき言ってたような反キリスト教会みたいなカトリック教会みたいな動きもあるんですけど、ざっくり言うとより自然で写実的な自然のありのままを描きましょうみたいな、なんかそういった流れです。っていうのが、絵画とか、建築物とかいろんなところでそういった動きがありましたと。でこれが16世紀までですね、大まかに区切ると。で17世紀に入るとバロックっていう派閥が出てきます。でこれは本当ずっと振り子みたいに行ったり来たりなんですけど、逆にルネサンスみたいなものじゃなくて、もうちょっと大げさなんだけど、豪華だったり華麗だったりっていうものを題材とした絵っていうのがまた流行り始めます。でその流れで18世紀にロココっていう派閥が生まれます。ちょっと台本だとねいろいろ絵があるから違いが一目瞭然なんですけど、これっていわゆる貴族文化ですね。フランス貴族とかがこの時全盛期なんで、もうひたすらきらびやかみたいな、華やか、そうでなんかね神聖な感じですよね。っていうのが生まれていく、そのバロックとロココみたいなちょっと誇張した表現っていうのが生まれます。でこの流れでフランス革命が起きるんですよね。ってなると、貴族的なものを否定したくなりますよねみんな。で出てくるのが、新古典主義っていうのが出てきます。でこれどういうことかっていうと、ルネサンスの流れにまた戻ろうみたいな感じなんですよね。この振り子で行ったり来たりなんで。でその逆としてまた出てくるのがロマン主義なんですよ。だからもう行ったり来たり行ったり来たり。でロマン主義っていうのは、そういった権威に守られた美術じゃなくて、それこそさっきの、ルネサンスのところに戻るんですけど、またありのままのものを描きましょうっていう、なんかそういった流れに反対する形で、なんかありのままじゃなくて、もうちょっと人間が持つようなリアルな感情を伝えてくる、伝わるようなそういったものをやっていこうっていう。でロマン主義で有名なのがこの自由の女神のやつですね。ドラクロワっていう人が描いた民衆を導く自由の女神っていうこのね、上裸の女の人が旗を掲げてっていう有名な絵がありますけど、こういったものが出てきたりします。だからラスキンの時代っていうのはその新古典主義っていうのが出てる。一回またややこしいんで整理しますけど、新古典主義っていうのが出てきてる。でこれはどっちかというとルネサンスっぽいやつですね。キリスト教以前の芸術に倣って描きましょうっていうのが新古典主義。でその逆に、ロマンっていう言葉からも分かりやすいですけど、人間がその何かを経験した時に感じる感情を大切に描きましょうっていうのがロマン主義っていうのがあって、ラスキンはこのロマン主義側を擁護します。どうですか？なんとなく絵を見てるから分かるだろうけど、ちょっとややこしいですよね。なんかより僕はあんまりこの絵を見てどうこうってあんまり判断はつかないんだけど、なんとなくロマン主義の方がなんかコンテンツ重視というか、中のなんか絵から内容が伝わりやすいっていうのかな、があるけど、新古典主義とかだとよりなんかこの質感、筋肉とかなんか造形の美しさとかをすごい重視してる感じがあるかなって。だからその背景とそのメインのコントラスト具合っていうのはすごい新古典主義はなんかはっきりしてる感じするんだけど、ロマン主義っていうのは背景も含めてこの全体でどういう文脈で書かれているかっていうのはすごい意識してんのかなって。なんか割とぼやっとしてるしね。なんかターナーの作品見ても境界線が曖昧だったりとか、割とぼやっとした表現っていうのがありますよね。新古典主義で有名なのがこのナポレオンの馬にまたがってるやつとかも新古典主義を代表するやつですね。でこの新古典主義なんで新なのかっていう話なんですけど、
古典主義っていうものが、さっきの流れでは触れなかったんですけど、17世紀にちょっと流行ってたんですよ、だから秦って言ってるみたいな、その時代の流れがあるので厳密に言うと多分いろんなね何を大切にし何を大切にしないみたいなのがあるとは思うんですけど、大きく分けるとそのキリスト教以前なのか、キリスト教以後なのか、みたいな分け方はできると思ってます。でキリスト教以前がルネサンスみたいなものとか古典主義、新古典主義って言われるもの、でキリスト教以降のものがバロックとかロココ、でここはすごく貴族のそういったねきらびやかなものが反映されてる書き方、でより人間らしくっていうのがロマン主義っていう感じですね。本当はね表を見せてね整理してそうやんないと分かりにくいんですけど、そういった分類ですね。でこっからちょっとまたこんがらがるというかややこしいんですけど、ラスキンは新古典主義に反対する形でロマン主義を推すわけです。で当時イングランドっていうのはその新古典主義が主流になってたんですよね。で国が運営するような芸術学校でも新古典主義的なものを教えてたっていうのがあります。でこうやって時代にもすごく合ってて、カリキュラムに沿って教えるみたいなね、まずアウトラインから書いて、その後じゃあ影を描いて色を塗りましょうみたいな、そう管理したりとか、確率的に人に技術を教えていくみたいな意味では多分すごく効率が良くて、学校で教えるには新古典主義っていうものはすごく理にかなってたっていうのはあると思うんですよね。で、新古典主義の人たちっていうのはロマン主義を批判するわけですよね。ロマン主義なんてものは全然自然に即してない、写実的じゃない、なんかエゴの塊だみたいな、なんかそういった価値観があるわけですよ。でラスキンが言うのって、いやいや逆でみたいな、新古典主義のお前たちの方が自然に即してないんだっていうのが彼の主張なんですよ。っていうとちょっとイメージつきます？なんとなくイメージは。で確かにその新古典主義ってその自然とか風景をありのままに捉えるという前提で作られて写実的に描いていこうっていう風になるんですけど、なんかその分やっぱりその画家一人一人の個性みたいなものってあんまり大事にされてなかったりとか、手法としてもう確立されちゃうんですよね。だそれを真似ればいい、この人みたいに描けみたいな風になってきます。だから漫画がすごい流行った時に、なんか手塚治虫がいるわけじゃないですか、神様として。で彼にどれだけ近く描けるかみたいなものがやっぱ昭和の漫画が流行った時代だと重要視されたりとかあったと思うんですけど、なんかそういうのと似てますよね。音楽とかもそうですよね。そうだね。これっぽいみたいな、ボカロにはボカロの作り方があってみたいな、とりあえずそれに習っといてサビにこう盛り上げればみんなから好かれるみたいな、なんかそういったものをラスキンはすごく否定していた。実は新古典主義の君たちよりもターナーっていうそのロマン主義の画家の方がよっぽど写実的に描いているんだっていうのが彼の主張っていう感じです。で、補足なんですけど、彼ってその制度的なものとか、慣習とかルールとか、なんかそういったものを否定するわけじゃないですか。とはいえ自身の感性のままに、とりあえず自由に描けばいいんだっていうふうに言ったわけではなくて、あくまでも彼の目的は自然に即したものを描きたい、描くべきだっていうところなんですけど、やっぱこの根底にはさっき話してたようなそのキリスト教の価値観があるわけですよね。そもそも、これってよくある人間って相対的にしか物事を評価できないみたいな話だとは思うんですけど、その人間が本来持ってるこの美に対する感性みたいなものっていうのは、神が作ったこの美しい自然があるから、完璧な自然があるから、そっから自分たちはインスピレーションを得て絵画に落とし込むことができるんだみたいなものがあるわけです。だ彼からすると、その自然をありのままに描くっていうことってめっちゃ大事なんですよ。変に人間のフィルター、愚かな人間のフィルターを挟むべきではない、いかに目の前にあるものを真実として捉えて、それを技術を使って目の前の紙に落とし込むかっていうところをすごく大事にした。そうね。だから新古典主義がやってるような過去のそのルネサンス期の著名な画家のように描く、彼の描いたように描くっていうのは人間の真似事であって、それって美しくないんですよね、っていう価値観、どうですかね。日本人のこの宗教観だとちょっと捉えにくいところあるとは思うんですけど、僕なりに言語化するとそういうことかなっていう、ちょっと誇張表現もあると思うんですけど、
ここ最近はでもねなんか相対的にっていうよりはやっぱこう自分主張型、その欲求に対して正直な人がそのコンテンツを出しやすい文化ではあるから、なんかちょっと近い感じに捉えられるのではと思うんだけど、でもやっぱりこうなんかどっちかだよねみたいなのをすごい推すし、今話したラスキン的にこのロマン主義を推したっていうけど、実質そのさっき言ったこの筋肉の描き方とかその天使とか出てくる、あれの美しさは決して否定してるわけではないじゃない、そのバランス感はすごいいいよねって思いますよね。だからあれですね、新古典主義が進みすぎると、もうそういった絵画しか世の中に出回らなくなるわけじゃないですか。そうだよね。それをすごく問題視してる、だからイメージすると美術館がありますってなった時に、みんななんか天使となんか筋肉質な人がこう出てくる絵しか並んでいない状態になっちゃう。それってその消費者側、つまり大衆のその芸術をこう消費する感受性があるじゃないですか、それをすごく濁らせてしまうよねっていう、そのこういった絵が増えることによるこう社会に対する影響みたいなところをすごく彼は懸念していて、それってやっぱ今ほどこうコンテンツもない時代だから、その絵画というもの、広く言うと芸術ですよね、芸術っていうものの、その社会に対する役割っていうのが今と全然違うわけですよね、だからその世の中に出回るものがもっと豊かであるべきであるっていう彼の主張は、当時の時代背景を考えるとすごい納得感があるというか、視野を広く見てるんだなっていう印象を受けましたね。で、そんなターナーを擁護する形で彼はデビューするんですよね。で、オックスフォードのその大学に行ってますね。オックスフォード在学中、普通に学生時代なんですけど、もうその在学中からポエムが表彰されたりとか、このオックスフォードのなんかニューディギット賞っていう、その名誉ある伝統的な賞があるらしいんですけど、オスカー・ワイルドって有名な人いるじゃないですか、とかも受賞したぐらい割と名誉あることなんですけど、そういうのを20歳で受賞したりとか、なんかそういった形ですでにまだ全然ね10代後半20代前半とかなんですけど、頭角をめきめきと表していくっていう風になりますね。で、1842年、23歳に学士号与えられますね。ここで卒業、いわゆる大学卒業なんですけど、この年に有名な著作として挙げられる近代画家論、英語でモダンペインターズっていう、すごいね。そうこれが全部で5巻あるんですよ。で割と長期の期間にまたがってこの5巻を書き上げていくんですけど、これの第1巻っていうのを書き始めます。でこれを書く以前から、そのターナーの作品を擁護するような文章ってさっきも書いてたよって話あったと思うんですけど、この時に初めてその著作として、第1巻のメインコンテンツとしてそのターナーの作品の擁護っていう形で本を書き始めます。でこれがかなり評判になるわけですよね。なんかすごいの出てきたぞと、わけわかんないことを急に言ってるやついるけど、なんかすごいこれは正しいっていう風に、多分賛否両論あったと思うんですけど、話題になり始めます。でも続くその1846年27歳に第2巻を出版する、もう立て続けに、すごいね。もうここでもうまさにあれですね、デビュー作ですね、っていうのがラスキンの20代のお話になってきます。すごい。僕と同い年ぐらいですよこの時まだね。そうか、怒涛ですね。なかなか書けないなっていう。これ今回は全然説明しないんですけど、近代画家論って別にターナーのことだけ書いてるわけじゃなくて、そうだよね。彼の芸術に対する価値観とか、みんながどういうふうに芸術を見る必要があってっていう、彼のその主張がこの時からかなりはっきりと書かれているものなので、ここから年を取っていくので、近代画家論の主題っていうのは徐々に変わっていきはするんですけど、この時からすでにしっかりとした考えが彼の中にはあったっていうのがあります。だいぶすごいね。
さっきはお母さんの話をかなり焦点当てて話した、プロテスタントのその教育を受けてたっていうのはあるんですけど、お父さんの助けもすごくて、ジョン・ラスキンのためにお父さんはいろんな芸術作品っていうのを集めたりしてあげてたんですよ、収集して見せてあげてみたいな、そういう意味ではすごく彼の感性っていうのを伸ばした大きな要因としてお父さんの存在はあるのかなっていう、そもそも裕福だしね、そうだよねっていうのはあると思います、だし実際ターナーとも知り合ってるんですよね。すごいね。確かお父さんのつながりだったかな、多分そこでもともと知っててみたいな。なるほどね。で尊敬するターナーさんがなんかめちゃくちゃ言われてるっていう、でそんなひどいものじゃないし逆に彼の方が素晴らしい画家なのにっていうのをラスキンは思ってたっていう、でそれをじゃあどうやって言語化しようっていう中で、彼のそういった芸術理論っていうのが出てきた、そういう感じですね。すごいです。ちょっとややこしかったですかね。割と僕も調べててこんがらがっちゃうし、本当は目に見えるもので話さないとね、こういう絵画って分かりにくいんですけど、ぜひね調べながらね聞いてる人は見てほしいなって思います。そうね、特に、宗教の話もそうだけど、この時のさ芸術の流行りの入れ替わり具合とかも、調べて絵も見てねやるとより、すごく面白い、勉強になった、中学の時になんか美術の授業とかで多分軽くやるんですけど、こういう内容ってやっぱり当時よりもね今の方がいろいろ知ってるから、楽しく勉強できたなっていう。あとはラスキンの英才教育と僕は初め言っちゃってたんですけど、なんか俺のイメージはお母さんがやっぱこの知識とか、こういうものですみたいなのすごい教えてるんだけど、なんかお父さんはこう結構伸び伸びとさせてた。そう割と、なんかその旅行だったりとかさ、なんか必要なものをこう買う、でもおもちゃとかは買わないみたいなさ。そうですね。なんかああいうのはなんか英才教育、なんか生きる上で必要なスタンスみたいなさ、ね、なんかお父さんすごく理想、今現代においてもねすごく理想的なお父さんに、僕は見えましたけど、そうですね、だから今でこそね、割と当たり前だけど、当時からすると本当に裕福な家庭しかできなかったようなね、旅行とかをねしてあげたりとかもしてるんでね、そう次の話でもあるけど、なんかめちゃめちゃ今だとさ文章を書いてましたみたいな感じじゃんラスキン、っていうわけでもなくね、いろいろこう遊ぶというかね、友達もいて遊んでとか旅行も行ってとかっていうのもありつつもこれをやっているっていうのがもう天才的時間の使い方がうまいなと思って、なんで、次はもう少し彼の人間味のところについて触れていきつつ、あれですね、ラファエル前派って言われる、またこれ派閥ばっかで申し訳ないんですけど、さっき言ってたロマン主義とか新古典主義とかと比べると、なんていうんですかね、そういった派閥じゃなくて、もう少し小さなグループみたいな、同じ価値観を共有するお友達みたいな、そういう人たちが出てくるんですよ、ラファエル前派っていうの人たちが、そことの出会い、これはあれですね、彼がパトロンになる集団なんですけど、なんかそのあたりどういう人と出会って何があったのかっていう話をもう少し掘っていけたらいいかなと思ってます。っていう感じでまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。